どうも、クピオです。今日はですね、この軽バンにクーラーと大容量ソーラーパネルを設置して太陽光で無限にクーラー使用可能な軽キャンピングカーにします。もうロマンですね。設置するクーラーはラクールです。2025年の最新モデルになります。ラクール超人気で2ヶ月待ちました。そしてソーラーパネルはなんと445ワット。こちらも最新のソーラーパネルでとても軽量に作られています。車の屋根にルーフラック設置してその上に設置する予定です。今まで DIY してきたこの軽キャンピングカー、今回で最後の工程です。ちょうど暑くなってきましたので設置したらすぐに旅に行きます。もう楽しみです。今まで行った DIY が内装を剥がして断熱、リチウムバッテリー搭載家具の設置になります。今家具ところどころ外してこんな感じで天板とかはニスを塗っています。一枚板がかなりいい感じになってきました。取り付けるのが楽しみです。今回の動画の内容なんですけど、まずはラクールのスペック紹介、そして温度検証、どのぐらい冷えるのか3つの車で比較します。その後木材加工してラクール設置、クーラー設置した後はこのソーラーパネルも設置します。最後に実際にオフグリッドで稼働できるのか検証します。この動画の概要欄に動画のメニュー記載してますんで、気になる箇所だけ見たい方はそちらから見てください。で、問題はですね、クーラーの設置方法です。設置するコンセプトとしては、セッティングが面倒ではないこと、できればセッティング時間なしで使用したいです。今考えているのが、この助手席の上ではなくて、この車内の後ろの方、宙吊りにして設置できないかなと思っています。ここに板を設置して、ここにですね、どうにかして家具木材を加工して取り付けを試みてみます。室外機はサイクルキャリアの上にこのホームセンターで購入したボックス、これ乗っけてその中に設置を試みたいと思います。そして一番の問題はこのラクールの冷房能力です。室外機と室内機が分かれている理想のセパレートタイプですが、冷房能力が低いので冷えるかですね。もし冷えなかったら設置しないかもしれません。どうなるでしょうか。簡単にスペック紹介した後、早速外で温度検証していきます。こちらがラクールのスペックです。冷房能力は 100V60Hz で 2286BTU と低いです。ワット換算約 670W の冷房能力です。最近の他社製ポータブルクーラーが冷房能力 1800W なので半分以下です。冷房能力低いのはかなりのデメリットです。でもなぜこのラクール導入したかというと、室内機と室外機分離型だからです。一体型のポータブルクーラーだと熱源が車内にあるので冷えにくいんです。こっち側が室外機なんですけど、外に設置しますので騒音もかなりマシになると思います。で、こちら側は室内機で、室内機側は結構軽いです。で、室外機側は結構重たいです。で、2つはこの平べったいホースでつながれています。このホースをドアに挟んで車内と車外に設置します。ホースは外せないようになっています。室外機は防水されています。IPX4 ということで防水性能は高く、雨の日でも問題なく外に出して使用できます。このラクール2025年モデルということで旧型との違いなんですけど、冷房能力が少し上がって少し省エネになっています。そして接続のホースが 1.5m から 2m へ長くなったようです。機能的には冷房モードのみで温度設定は28度、25度、22度、20度の4種類の温度から設定します。で、こういったポータブルクーラーで問題になるドレン水なんですけど、室内機で溜まったドレン水はポンプが内蔵されており、ホースを通って室外機に送り外に排出します。これは楽ちんです。では早速外で冷房能力検証しますが、ここで騒音だけ測定しておきます。それではまず車内の騒音計測します。だいたい室内機から1メーターぐらい離れた場所で騒音を測定します。はい、騒音検証結果まとめますと、車内風量小で 51dB、風量強にすると 58dB でした。車外、室外機側は 57dB でした。両方とも約1メーター離れて計測です。車内は風量弱にするとかなり静かですね。やはりこれは分離型のメリットだと思います。次は外で冷房能力検証します。今回この軽バン、トヨタピクシスバンと他の車、ホンダ N バンと
軽キャンピングカーインディ727、この3台で検証します。この軽バンは天井など断熱材入れてますんで、ノーマルの L バンとどのぐらい違うのか楽しみです。ではまず軽バンから検証していきます。今ちょうどお昼の12時で太陽は真上にあります。床とサイドも薄いんですけど、軽く断熱材詰めています。こんな感じでカーテンを閉めた状態で検証します。ラクールは一番後ろに置きました。静外機は車のタイヤの横に置いています。ここから配線出します。外気温の温度計は影に置いています。で、31.4 度、湿度 29% です。で、車内の温度計なんですけど、ラクールのすぐ目の前、だいたい1メーターぐらいですかね。ここに1点と、で、運転席の後ろ、ここにも1点置いてます。で、車内の温度は 29.8 度ぐらいですね。キャンピングカーのリチウムバッテリー使っていきます。はい、インバーターを押します。で、現在、キャンピングカーの残量は 95% あります。377アンペアアワーです。で、スイッチをして、冷房能力は最大でして、風量も最大にしておきます。それではこれでまた1時間後、温度測定してみます。はい、1時間経ちました。もうその後もずっと晴れて、車にガンガン太陽が当たっていました。外気温は現在 29.8 度ですね。室外機も問題なく動いています。ドレン水は出てないですね。では一旦中入ってみます。はい、で電気だけつけておきます。車内は過ごしやすい気温です。キンキンとかいう感じまで冷えてはないんですけど、普通に車内で生活できるぐらいの気温です。ここの真ん中ら辺の温度計が 23.9 度、湿度が 48%、で運転席のところが27度、湿度が 44% です。バッテリーは 89% です。現在の消費電力はインバーターの表示で 260W です。 50Hz です。周波数が 50Hz でした。 60Hz にしていたらもうちょっと冷えていたかもしれません。ちょっとこれやっちゃいましたね。後ろにカーテン吸い込んでます。これはかなり効率が悪かったと思います。なのでこれでもう1時間検証してみます。そしてここにインバーターの周波数切り替えスイッチあります。 60Hz に変えておきます。はい、さらに1時間経ちました。インバーターを 50Hz から 60Hz に上げたんですけど、消費電力は 260W とほとんど変わってないですね。バッテリー残量は 82% に減りました。で、車内の温度一番近いところが 23.5 度、そして運転席の後ろが 26.7 度で、なぜかね湿度は上がってます。 58% です。なんででしょうか。外気温は 28.4 度です。で、1回切って次 N 版継続します。外のドレン水は出てないですね。で、ここからドレン水出してみます。ドレン水はこの真横と下から穴があります。で、これ横抜いてみます。下も抜いてみます。全く出ないですね。次、この N 版なんですけど、断熱材など何も入っていないノーマルの状態です。この車はカーテンついていないのでカーテンなしでいきます。ただリアはですね、純正のスモークフィルムが貼られています。軽バンと同じような感じで一番後ろにラクールセッティングして、でここホース通して室外機はリアタイヤの横に置いておきます。電源はポータブルバッテリー使用します。現在 82% ですね。温度計も車の真ん中ら辺一つと運転席の後ろ一つ置いておきます。はい、1時間になりました。現在午後の4時になったんで日が傾いてきたんですけど、まだ N 版に全体に日が当たっています。さあどうでしょうか。はい、少し冷たいですね、この辺は。ただ上の方は暑い感じはします。ラクールの前の温度計は26度で、運転席後ろの温度計はなんと 34.6 度、かなり高いですね。外気温は 26.6 度まで下がってきました。はい、じゃあこれで一旦止めます。室外機のドレン水なんですけど、下濡れてないですね。一回本体も抜いておきます。ここも水はないですね。全然ドレン水が出ていません。ポータブルバッテリーは1時間使用して 69% まで下がりました。このポータブルバッテリーの容量は 2611Wh です。1時間で 13% 減りました。はい、それでは最後インディ727検証します。今回は室外機助手席のすぐ横に置きました。そして窓閉めて上の隙間2センチぐらいですかね、
そこからダクトを入れています。そして中はカーテンで運転席と仕切り作っています。真ん中に温度計で、今回運転席ではなくてこの後ろの方ですね、後ろのテーブルに温度計もう一つ置いています。じゃこの状態でスイッチつけます。インディ727のサブバッテリー、リチウムバッテリー積んでいて、現在 94% で 186Ah 残量あります。これでまた1時間検証します。はい、1時間経ちました。ちょっと火の方が暮れてきたんで、あまり下にはもう火が当たっていません。室外機の外、ドレン水は出てないですね。やっぱり涼しいですね。中は真ん中にある温度計が 24.2 度、そして一番後ろにある温度計が 22.6 度と、こっちの方が涼しいですね。こう風が出て後ろの方まで待っているんだと思います。でバッテリーの方は 83% に減りました。そんなに減ってないんですけど、これは軽キャンピングカーに 400W のソーラーパネルが乗っています。なので充電しながら電気が増えている状態でラクール使用していたんで、あまり減っていません。はい、それでは電源切っておきます。室内機のドレン水もこの線抜いても出てこないですね。溜まってないようです。はい、温度検証終わりました。まとめると、ピクシス版外気温 31.4 度、車内 26.7 度、マイナス 4.7 度、N 版外気温 27.8 度、車内 34.6 度、プラス 6.8 度、インディ727外気温 25.9 度、車内 22.6 度、マイナス 3.3 度という結果に終わりました。すべて1時間計測。温度計はラクール室内機から遠い方の運転席に設置した温度計の結果です。お昼12時半から検証して最後5時ぐらいだったので、全く同じ条件ではありませんが、参考程度に見てください。冷房能力約 670W の割には頑張ってくれたんじゃないでしょうか。ピクシス版は断熱してカーテン閉めればしっかり温度冷えるのを確認できました。断熱のない N 版は逆に温度上がってしまいました。断熱のない車は夜のみの使用が良さそうです。消費燃力も 260W と低く長時間使用できそうです。この 445W のソーラーパネルとの組み合わせが楽しみです。延々とクーラー使用できそうです。そして気になる湿度上がってしまった件なんですけど、最初 33% が1時間後車内冷えたんですけど、湿度 44% に上がりました。これを販売元の小泉さんにメールで問い合わせしてみました。返信の内容を要約すると、湿度戻りが起きたのではないかとおっしゃっていました。湿度戻りとは、湿度が低い時に結露が冷風と一緒に車内へ戻される現象のようです。なんか湿度が低い時にたまに起こる現象のようです。あまり気にしなくてもいいんですかね。それでは実際にラクール設置していきます。まずは室内機です。ここに室内機つけたいんですけど、もともとですね、この車マイクロバカンチェスという軽キャンピングカーなんですけど、こういった板がありました。でこれをですね、こちらの家具の端と反対側、こちらの木に引っ掛けて棚がありました。こんな感じの棚があります。なんで結構強度はあると思います。この端も直接車体にビス止めされています。さすがにこの上そのまま狭くて置けませんので加工します。イメージ的にはこう切ってここで下にへこますっていうんですかね。こんな感じにしてここに置けたらいいなと思います。ちょっと一回やってみます。こんな感じでここにこの板がはまります。ここ切り抜いてますんで、ここにラクールがはまる予定です。こんな感じですね。なのであとは下の板ですね。こんな感じでここに L 字金具つけて強度も増しながら家具作っていきます。はい、仮で完成しました。それでは早速取り付けていきます。うまくいくでしょうか。これは緊張しますね。この辺木むき出しのところは後でリメイクシートなど貼ろうと思っています。でこんな感じでかなり補強を入れました。内側と外側も補強を入れてます。なのでビクともしません。ではラクールの室内機乗せてみます。結構ギリギリまで上に上げたんで
心配ですが、いけますね。よかった。ちょうどはまりました。もう上はこんな感じで、この手すりはちょっと当たっています。いいですね。上に溜まった熱い空気を吸って冷やすので効率がいいと思います。家のクーラーと同じ位置ですね。しかもこの位置は直接風当たるんでかなり涼しいと思います。寝る時も足は当たりません。下は結構スペースがあります。この位置理想だったんで嬉しいです。どんどん我が道を行く軽キャンピングカーになってきました。この橋なんですけど少しスペースができました。なんで一時置きの収納やミニテーブルなどで使えそうです。で、夏場はこのラクールがあるんですけど、冬場などは暖房器具など置いても良さそうです。あとは家電、テレビなんかも面白いですね。では最後、この前面にバーを設置します。これちょっとまだ仮なんですけど、こんな感じで固定する予定です。ビス止めするか、ベルトなどで固定するかもしれません。ただ、出し入れしやすいように、この前面のバーは取りたいので、すぐに取れる工夫をまた考えたいと思います。ちょっと心配なのが、この出っ張りがありますんで、家電とかですね、干渉しないか確かめておきます。まずは電子レンジから。当たりますが、こんだけあれば十分出し入れできます。ここは問題ないです。次、冷蔵庫ですね。開くかどうか。さあどうでしょうか。当たりますが、ここもこんだけ間口あれば問題ないかなと思います。次、この家電コーナーですね。ここはギリギリいけました。少し干渉しますが全部問題なく使えそうで安心しました。心配していた強度もかなりしっかりしてますんで意外といけそうです。後で走行チェックしてみます。さあ次は静外機の設置をします。静外機はこのサイクルキャリアの上にホームセンターで購入したこのボックスですね。この中に入れて使用します。空気取り込んだり排出しますんで後で穴開けます。このボックスホームセンターで2000円ちょっとだったんですけど、なんか結構持つようですね。5年間外に置いといてもいけるようです。サイクルキャリアはステージ23の通販で購入しました。ちょっと値段とか忘れてしまったんで概要欄に購入先のリンクなどを掲載しておきます。組み立ての取説とあとは取り付けに関しての注意点などの紙も入っています。でこんな感じでこれサイクルキャリアなんで自転車を2台乗せれる用のラックになるんですけど、この自転車乗せる部分を今回別に変えます。これが自転車乗せる部分ですね。自分は自転車は乗せる予定がありません。こちらなんですけど、これは荷物を置く用のオプションになります。こちらはステージ23ではなくてホワイトハウスの通販で買いました。多分合うと思います。このサイクルキャリアは30キロまで荷物乗せれるようです。ラクールの室外機は10キロ台なんで問題ないと思います。ではまず取説読みながらサイクルキャリア組み立てていきます。サイクルキャリア設置完了しました。だいたい時間にして30分から40分ぐらいでした。最初なんで仕組みがわからなかったんですけど、次もう一回作ったらもっと早くできると思います。これがオプションのボックスを乗せる支えになります。通常はこんな感じのサイクルキャリアがついてきます。これを乗せて、ここに自転車のタイヤ乗せます。このサイクルキャリアの固定方法なんですけど、上2点と下2点、そしてサイド2点と合計6点で支えています。で下の2点はこれラチェット式のベルトなんで、これで最後締め付ける感じになります。なのでかなりしっかりしていて全然揺らしてもビクともしません。しかも全てアルミなんでかなり軽量です。かなりかっこよくなりました。見た目普通の軽バンだったんですけど、キャンピングカーっぽくなってきました。でこちらのオプションなんですけど、こんな感じで折りたたむことができます。で上こんな感じでベルトついてますんで、まだ長さちょっと合ってないんですけど、後で調整してこれで固定することもできます。視認性はかなり悪くなってますんで、中はデジタルルームミラー必須ですね。こちらにホームセンターで購入したこのボックス乗せます。ちょっと一回乗せてみます。ぴったりですね。他につけてる方はこの中にゴミとか入れてる人が多いですね。今回は自分は室外機をこの中に入れます。でボックスの固定方法なんですけど、こういった角ボルト、こちらを使用します。もうこの中ドリルで穴開けちゃって、
下こんな感じに出てきますんで、これをもうボルトで固定します。ちょっと重たさは感じるんですけど、サイクルキャリアつけたままでもこのリアのバケッジドアは開きます。ここも干渉しないですね。大丈夫です。ではラクールの室外機、一旦ボックスの中入れてみます。はい、こんな感じで結構ケーブルがパツパツでした。これも一旦下ろして、この下で入れて穴とか開けて組み立ててからのした方が良さそうです。この前が吸気で、こっち側が排気になります。なんでもうここカットして空気出るようにします。こっち側も前穴開けます。はい、空気の通り道カットできました。すごい、これプラスチックだったんで柔らかくて綺麗に切れました。こういったガラリが余ってましたんで、一応室外機防水なんですけど、雨濡れても問題ないんですけど、一応こちらつけておきます。はい、一旦こっち側だけつけました。こっち側は吸気です。で、こっち側排出なんですけど、もうガラリがないので、一旦こちらで様子見ます。で、そこにこういった板用意しました。で、穴開けてます。こちらベルト通して固定します。はい、今仮で乗せてみました。この室外機と室内機がつながっているホースなんですけど、これが結構ですね、もうちょうどというかパツパツ気味だったんで危なかったです。これ旧モデルだったら50センチ短いんで、この場所には設置できませんでした。最新型は50センチ伸びて2メーターになりましたんで、ちょうどの長さでした。このホースが取れないんで、つけたまま設置になります。なのでこんな感じでここ切り込み入れて穴通しました。で、プラスチックなんでちょっと擦れたら怖いんで、ホース破けそうですよね。なのでコルゲートチューブ二重にして巻いておきました。ここの部分なんですけど、外に出てるんですけど、なんかもうこのままでもいけそうです。あまりホースは長くないので、特にどこかに固定しなくてもいけそうです。で、この室外機の固定方法なんですけど、下に 12mm の合板、この塗装されたやつですね。防水の合板を下に置いています。ベルトの通る穴だけ開けて、ベルトで縛っています。ここ横と縦2箇所です。十字に縛っています。黒の長めのベルトがなくてピンクしかなかったんでちょっと派手になっちゃいましたが、一旦これで仮で留めています。で、この下なんですけど、こんな感じで穴開けます。というのもですね、ここにドレンの水の出口があります。これ2個あるのは1回目失敗しちゃったんで、もう1箇所開けました。で、ここにですね、こういったホースを挿しておけば本体からドレン水が出て外にそのまま流れます。で、ちょっと隙間ありますんで、この辺は後でコーキングしておきます。空気の流れなんですけど、ここから排熱、空気が出て、こっち側は吸い込み口になります。で、気をつけないといけないのが、この排熱の空気、そのまま吸ってしまうと、クーラーの効きがあまり良くありません。なので、ここですね、何か隙間テープなので仕切って直接空気が外に行くようにしておきたいと思います。こっち側の吸気なんですけど、もうちょっと広くても良かったかなと思いました。隙間は結構あって、横も空間ありますんで、ここ開けても良さそうですね。一旦蓋してみます。蓋するとこんな感じです。もうこの蓋したままでも使用できるようにしたいと思ってます。空気の流れが少し心配なので、隙間テープなど貼ってから一度試運転してみます。で、この状態でですね、リアのドア開くかやってみたんですけど、一応開きましたが、結構やっぱ重たかったです。なので、もう夏場はクーラー設置するなら、リアのドアは使わない方がいいかもしれません。それではもうこれ、がっつり固定します。このボックスの固定方法なんですけど、こういった U ボルトや角ボルトですね。これとプレート、こういうのを使って、もうがっつり穴開けて留めていきます。はい。下側4箇所と前1箇所、合計5箇所でがっつり固定しました。この U ボルトで
下側もつけようと思ったんですけど、長さが足りなくて角ボルトで固定しました。この位置で問題なさそうだったら、もう一つボルト追加して20にしておきます。そしてこのロックタイトですね、こちらの中強度も塗布して絶対に外れないようにしておきます。あとは隙間テープですね、こちら貼ります。はい、ちょっと適当ですが、こんな感じで空気が他に行かないようにしました。これで全て排出されると思います。それではこれで蓋して動作チェックしてみます。冷房モードで設定温度は一番低くしておきます。ここやっぱり風が直接当たるんで、風量は今弱なんですけど、かなり涼しいです。はい、今インバーターなんですけど 60Hz で 280W 消費しています。でサブバッテリーの方は照明など全て合わせて 335W 消費されています。やっぱりインバーターのロスがありますんで、ラクール自体は 280W なんですけど、消費電力が 300W 超えてます。照明自体は 230W なんで、だいたいプラス 20W ぐらいはインバーターでロスしていることになります。はい、しっかり動いてくれてます。あ、やっぱり開けると音大きくなりますね。排熱もあったかい空気が出ています。ここ閉めると、しっかり出ていますね。やっぱりちょっと閉めると空気の吸気が追いついてないかもしれません。音が少し高くなりました。またこちらは空気の取り込み口、どこか穴開けて改善します。はい、とりあえず無事作動してよかったです。クーラーついたらあとはソーラーパネルだけです。いよいよこの新型の 445W のソーラーパネル取り付ける時が来ました。このソーラーパネルほんと軽くて約 9kg です。もう簡単に持ち上げられます。素材見たらね、フレキシブルソーラーパネルのような感じです。でも裏はへこんだりとかはしません。ね、アルミの枠がありますんで、合成タイプのように硬く、フレキシブルソーラーパネルのように軽量と、もうキャンピングカーにはもってこいの素材ですね。これからこれが主流になるんじゃないでしょうか。表面はツルツルではなくてちょっとデコボコしています。この辺が雨とかどうなるかですね。実際に使っていって耐久性とか確かめます。裏にスペック書いてますね。445W と表記されています。そして電圧は約 34V です。はい、ここでトラブルがありました。なんとですね、このルーフラック、この軽バンにつかないことが判明しました。このルーフラックなんですけど、ホンダの N 版のルーフラックです。で、今つかなくなったんで、今回このトヨタピクシス版につけようと思ってましたが、サイズが合いませんでした。先ほどちょっと一人では難しかったので、家族に手伝ってもらって合わせたんですけど、この横幅が N 版の方が広いんですね。このピクシス版、向こうに合わすと、こちら側はこのぐらいまで出ていました。合いませんでした。自分、軽自動車はだいたいサイズが一緒なんで、このルーフラックも一緒かと思ってました。残念ですが、しょうがないですね。もう新たに新しいルーフラック、先ほど Amazon で発注しました。届き次第、ソーラーパネル、屋根に設置します。後でですね、このソーラーパネル 445W 実力知りたいんで、地面に置いてワット数検証してみます。ただ今日は曇りなんであまり期待できませんが、動作確認も兼ねて検証してみます。動画の最後に検証結果入れておきます。それではですね、この最新版のラクール、今日一日使ってみて設置してみて気になるポイントや良かったポイントありましたんで、最後にまとめてお伝えします。まず一つ目気になったポイントなんですけど、この設置場所が結構限られてるなと思いました。このホースをドアの隙間に挟んで室外機を外に出すんですけど、ここのドアはダメでした。ドアが閉まりませんでした。こういった感じで結構入り組んでるところも難しかったです。こういうなんか薄いところ、すぐ外となんか繋がってるところはホースを通すことができます。なんか最初のイメージはどこのドアでもいけるんかなと思ったんですけど、車によっても変わるし、ドアによっても変わりますんで、一度レンタルして試したいですよね。こういうのは。買ってからじゃないとこの辺はわからないので気になるデメリットでした。次のデメリットなんですけど、このホースがですね、結構硬くてですね、あんまり柔軟に曲がったりしません。なんでこの室外機が逆に軽いんで、置いてあるとよく室内機が倒れてました。特に室外機をちょっと動かすと、ホースも動きますんで、その時に室内機も引っ張られて倒れてました。もう大体そうですね、5回ぐらい倒れてました。ちょくちょく傷もついちゃいました。この辺は使っていくとホースが柔らかくなって、室内機が倒れにくくなるかもしれません。次、こちら最初から分かってたんですけど、やっぱり気になりました。このホースがですね、外せないんで、設置が結構大変でした。ホースが外れると、こういった窓とかですね、室内機と室外機別々に置いて、ホースだけ通すとかもできますんで、かなり設置する場所の幅は広がると思います。ただもうこれはそういう仕様なんで、しょうがないと思いますが、これでもし外せたら最高なんですけどね。
次はこの室外機ですね。結構うるさいんで気を使います。車内にいてドア閉めとけば室外機の音は聞こえないんですけど、もし静かな場所で隣に車がいる時とかは室外機の音が隣の車に聞こえないか心配になるレベルの音量です。周り誰かエンジンついていたり、隣じゃなくて1個開けて隣ならエンジンついていない環境でも問題ないかなと思います。最後に気になったのはやっぱり冷房能力ですね。これも最初から低いの分かっていたんですが、普通の車、断熱のない車では日中の使用は厳しいです。夜限定という感じですね。もしくは断熱のある車、キャンピングカーなら昼でも使えるかなという感じです。ただ車のサイズが大きくなると消えなくなると思います。なので軽キャンピングカーで断熱ありが一番相性いいと思います。次良かったところなんですけど、冷房能力はそんなに高くないということで消費電力も低いです。容量によると思いますが、リチウムバッテリー 200Ah あれば十分下は持つと思います。次良かったところは室内機の静かさですね。車内にいて不良弱だとかなり静かです。今まで一体型のポータブルクーラーよく使っていたんですけど、もう騒音レベルは雲泥の差があります。これはこのセパレートタイプの最大のメリットかもしれません。次良かったのが、こちらも最初から分かっていたことなんですけど、自分の住んでいる雪国でもこのクーラーが設置できます。車体下に室外機があるタイプの 12V クーラーですと、融雪剤の塩化カルシウムが室外機にべったりついちゃいます。なので、ルーフに乗せるか、こういったリアに乗せるなどすれば雪国でも使えるクーラーです。で、しかもこちらいらなくなったら外せますんで、冬場にクーラーを搭載して走らなくてもいいです。こちらも 12V クーラーに比べたらメリットですね。以上が今回設置して使ってみて感じたことです。クーラー使用時にセッティングなしですぐ使えるシステムなんで、もう暑い日の旅が楽しみです。あとは実践でどのぐらい使えるかですね。これからガンガン使っていきます。ちなみに本来の室外機の位置なんですけど、もう地面を置いちゃうか、ああいった脚立とかですね、椅子の上に置いちゃうか、こういったオプションでレインモールにかけて設置するのも売っています。こんな感じでかけて室外機をここに設置します。ここにネジがあってちょうどはまる感じになります。そしてこの1枚板テーブルのニス塗っていたんですけど乾きました。こんな感じです。すごいいい感じになりました。ここのガスコンロ用のテーブルも綺麗に乾いてピカピカになりました。あと端材で助手席上のテーブル作りました。助手席を折りたたんだその上に乗せます。こんな感じで折り曲げた助手席の上に L 字のテーブルを置いています。ここに足をつけています。一人使いに特化したんでこういうことができます。もうこれかなり広いですよね。運転中も何か物を置いたりできるし、車着中もサブテーブルとしていろいろ使えそうです。次のこの軽バンの動画はもう車着動画になっているかもしれません。あと気になるとこだけ手直しして車中の荷物積み込んで旅に行ってきます。